おはようございます。8時過ぎに起きてたんですが、なんかいつの間にか9時になってました。まずは歩いて八坂神社まで向かいます。京都河原町駅の交差点ですね。八坂神社まではこの先あと少しです。四条大橋からの鴨川です。四条烏丸から30分ぐらい歩いて八坂神社到着。こちらが西楼門、そして中はこのようになってます。提灯がたくさん掲げられているのが舞殿、そしてこちらが八坂神社の本殿だそうです。八坂神社は656年創建とのことで、1400年近い歴史がある神社となっているんですね。あちらにも小さな神社があります。ここは夜になるとライトアップされてかなり風情な通りだったと思います。こちらの鳥居の先は丸山公園という場所になっているそうです。ちょっと行ってみましょう。桜や紅葉の時期は綺麗だとのことですが、冬はって感じです。こちらは公園の名物のしだれ桜。南楼門を出て清水寺の方向へ向かいます。東山地区の小道に入りました。いやー、いいですね、この感じ。こちらは金剛寺というお寺だそうです。このようにカラフルな玉がたくさんあって、京都屈指の映えスポットにもなっているようですね。あちらに見えるのが、有名な八坂の塔ですね。五重塔です。そしてこちらが二年坂ですね。めちゃくちゃ風情な通りです。お店はあんまり開いてないですが、雰囲気がとてもいいですね。パークハイアットの京都がこんなところにありました。二年坂の本当にすぐ横です。二年坂のお次は三年坂ですね。清水寺はこの坂を登った先にあります。坂を登って清水寺に着きました。ここからでも清水寺が高台にあることがよくわかりますね。こちらは三重塔ですね。清水寺の入り口から本堂に至る道の途中にあります。三重塔、経堂、そして田村堂、そしてこの先に清水寺の本堂があります。清水寺の拝観料は大人1人400円です。こちらは清水寺にちなんだ短歌ですね。国宝となっている本堂の入り口。出世の神様がいます。清水寺、何度来てもその壮大さに圧倒されちゃいますね。本堂の奥にある奥の院と呼ばれるエリアに来ました。ここまで来るとかなりのどかな雰囲気がありますね。奥の院にも三重塔があります。清水という名前の由来になった音羽の滝ですね。こちらの奥の音羽山から流れてくる名水なんだそうです。清水寺の本堂を下から眺めると、これもまた興味深いですね。釘を一切使用してない伝統的な作りだそうです。清水寺近くのこちらの蕎麦屋でランチにします。
いやー、めっちゃいいランチでした。次の目的地に向かいましょう。建仁寺というお寺に続いてやってきました。全然僕知らなかったんですけど、結構立派で広いお寺ですね。建仁寺の鳳堂ですね。めちゃくちゃ立派です。こちらから拝観ができるみたいなんで行ってみましょう。拝観料は大人1人600円です。立派な中庭ですね。そしてこのように通路をぐるっと回って、拝観ができます。普段どれだけの観光客がいるかわかんないんですけど、これは結構京都では穴場な、見どころかもしれないですね。建仁寺は京都最古の禅寺なんだそうです。確かに禅をするにはめちゃくちゃ最高な場所なんじゃないでしょうか。京都のど真ん中なのにこれほどの静けさがあって最高っすね。あちらの奥に11面観音菩薩が鎮座しています。枯山水の中庭がとても素敵です。あちらの歩道には、あちらから歩けるみたいなんで行ってみたいと思います。歩道の中、ものすごく荘厳な雰囲気ですね。建仁寺の創建800年を記念して2002年に書かれた双龍図だったそうです。2頭の龍が今にも動き出しそうな感じがします。建仁寺楽しんだので次の目的地へ向かいます。門の横にあるこの信号、何用なんですかね。車でも通るのかな。建仁寺を出るとこちらの花見小路に着きます。京都でも一番風情のある通りだと思います。これぞ京都っていうなかなかに風情のある通りですね。伏見稲荷駅にやってきました。こちらが伏見稲荷大社の本殿となります。そしてこの先が千本鳥居となってます。やっぱりこうして歩くと圧巻ですね。50センチぐらいの間隔で鳥居が無数に並んでおります。稲荷神社なんで狛犬ではなく狐ですね。鳥居が小さくなりました。やっぱりここは人が少ないタイミングで来ると圧巻ですね。先ほどの鳥居を抜けた先にある奥社から山登りをさらにしていきます。山の上の方までひたすら鳥居が続いております。この辺まで来ると急に静けさが増しますね。神聖な場所という雰囲気が如実に漂ってきます。とりあえず稲荷山の山頂まで今回は向かってみたいと思います。ここはさながらもののけ姫のような光景ですね。今にも神が出てきそうなそんな感じです。だいぶ上まで上がってきました。こちらから京都の街を一望できます。今ちょうどここなんですけど、いやまだ結構ありますね。全体だと半分ぐらいでしょうか。ここからぐるっと山を一周できるようですね。参拝順路1周30分と書かれてます。せっかくなんで一周しましょう。しかしこれだけの鳥居をこんな山の上まで持ってきたっていうのは半端ない労力っすよね。これはすごい体勢ですね。こちらの分かれ道を左に行くと滝場、右に行くと山頂にたどり着くとのことですね。おそらくこの長い階段を登った先が頂上のはずです。いやついにここまで来ましたね。あれが頂上かな。いや山頂着きましたね。山頂の標高は233メートルだそうです。意外とそんなに登ってないんですね。山頂はこのようになってますね。
小さい鳥居がたくさんあります。そしてこちらが山頂にある末広神社です。日も少し暮れかけてきたんで急いで戻ります。福岡、三重、神戸、東京と、本当にいろんなところから鳥居が献納されてるんですね。下りは息切れはしないけど足腰に来るやつですね。いや、猫めっちゃいてかわいすぎ。無事に下山しました。今日はもうどこにも行かずホテルへ戻ろうと思います。三井ガーデンホテルに戻ってきました。部屋で休憩してたらお腹空いてきたんで飲みに行きます。こちらの赤丸で飲みたいと思います。居酒屋で飲んで食べてホテルで風呂入ってすごくさっぱりしました。今日はもう結構疲れちゃったんでね、もう仕事とかしないでこのままダラダラ過ごして寝ようかと思います。そんな感じで、今日も一日お疲れ様でした。おやすみ。